未来予想2045の案内人のテオと申します。今回は奨学金問題と少子化問題について考えていこうと思います。奨学金制度は多くの学生にとって学びの機会を提供する重要な支援策です。日本においては文部科学省を通じた国の予算が主な財源となっています。しかし、この奨学金制度には問題点も多く、特に返済に伴う負担が卒業後の生活に大きな影響を及ぼし、結果として少子化に拍車をかけていると言われています。本校ではこの問題について詳しく探っていきます。奨学金制度の現状。日本の奨学金制度には大きく分けて給付型と貸与型の2種類があります。給付型は返済の必要がないため多くの学生が利用を希望しますが、その数は限られており、実際に受けられる学生はごく一部に限られています。一方、貸与型奨学金は返済が必要であり、多くの学生がこちらを利用しています。特に注目すべきは貸与型奨学金の中でも利息付きのものです。これらの奨学金は学生が卒業後に借りた金額に利息をつけて返済することになります。金利は一定であることが多いですが、長期間にわたる返済計画では利息の負担が非常に大きくなります。返済の重圧とその影響。奨学金の返済は卒業後すぐに始まります。多くの新卒者は就職しても給与が低く、生活費や他の必要経費を賄うために、奨学金の返済が大きな負担となります。特に家賃や交通費、食費などの生活費がかさむ都市部に住む場合、この負担はさらに大きくなります。また、奨学金の返済が数十年にわたる場合もあり、結婚や子育てのタイミングと重なることが多いです。若い世代が家庭を持つことを躊躇する一因として、奨学金の返済が挙げられます。結婚や子育てを選択することで、さらに生活費が増えるため、奨学金の返済と両立することが難しくなるのです。少子化への影響。日本は現在、深刻な少子化問題に直面しています。出生率は低下し、人口の高齢化が進む中で、若い世代の負担が増加しています。奨学金の返済が少子化に与える影響は無視できません。まず、経済的な理由から結婚や出産を遅らせる、もしくは諦める若者が増えています。奨学金の返済が終わらない限り、経済的に安定しないと感じる若者が多く、これが結婚や出産の遅れ、さらには子供を持つこと自体を躊躇する要因となっています。また、奨学金の返済があるために、共働きを余儀なくされる夫婦が増えています。共働きであっても、子供を育てるための十分な経済的余裕がないと感じる家庭も多く、これが出生率の低下につながっています。政策的な解決策。この問題に対処するためには、政策的な対応が必要です。以下にいくつかの解決策を提案します。給付型奨学金の拡充。給付型奨学金を拡大し、返済不要の奨学金を受けられる学生の数を増やすことが重要です。これにより、卒業後の経済的負担を軽減し、若者が安心して結婚や子育てを選択できるようになります。利息の引き下げ、または無利息か利息付き奨学金の金利を引き下げる、もしくは無利息化することで、返済負担を減らすことができます。これにより、卒業後の生活の安定化を図ることができます。返済期間の柔軟化。返済期間を柔軟に設定し、収入に応じて返済額を調整できる仕組みを導入することも有効です。これにより、結婚や子育ての時期に返済負担を軽減しやすくなります。企業と連携した奨学金返済支援制度の導入。
企業が従業員の奨学金返済を支援する制度を導入することで、若者の経済的負担を軽減し、安定した生活を支援することができます。教育費の低減、高等教育の学費を引き下げることも、長期的には奨学金制度の負担を軽減するために有効です。公立大学の学費の引き下げや私立大学への支援を強化することで、教育費全体の負担を減らすことができます。結論。奨学金制度は多くの学生にとって学びの機会を提供する重要な支援策ですが、現在の日本においてはその返済負担が大きな問題となっています。特に利息付き奨学金の返済は卒業後の生活に大きな影響を及ぼし、結果として結婚や子育てを躊躇する要因となっています。これが少子化に拍車をかける一因となっていることは否めません。この問題に対処するためには、給付型奨学金の拡充や利息の引き下げ、返済期間の柔軟化などの政策的対応が求められます。また、企業との連携による奨学金返済支援制度の導入や教育費の低減も重要な対策です。これらの対策を講じることで、若者が安心して学び、卒業後に安定した生活を送り、結婚や子育てを選択しやすくなる環境を整えることが必要です。日本の将来を支える若者たちが奨学金の返済に苦しむことなく、豊かで安定した生活を送ることができる社会を築くために、今こそ具体的な行動が求められています。